いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、根菜を使ったですね、煮物をやっていきます。安丸さんのですね、緑のね、シリーズですね。こちらを使ってですね、煮物を作っていきます。では、材料の方を説明していきます。水、1000ml ですね。こちら、パック、4パック使います。で、大根ですね。300g、ごぼう1本ですね。人参 150g ですね。で、こちら、さつま揚げ2枚使います。で、最後にね、お好みでごまを、振ります。大根の方からね、処理をしていきます。まずですね、かつらむきでね、こうやって皮を剥きます。はい、こんな感じですね。で、ここのね、青くなってるとこあると思うんですけど、これ、苦いので、できればね、こんな感じに剥いてもらいます。角だとね、いちょう切りとかですね、時短するのに、やるんですけども、今日は乱切りっていうのをね、ちょっとやっていきます。これをね、半分にします。そうするとですね、こちらの方から、斜めからね、こういう感じで、斜めに切っていきます。はい。全部ね、同じように切っていきます。こんな感じですね。はい。こんな感じにね、大根の方が切れました。ではね、次に人参をやっていきます。こちらね、根っこの方をちょっと取っていただきまして、根菜を炊くときにはですね、普通皮むいたりするんですけど、栄養がね、皮にありますんでね、僕はね、ちょっとそのまま使います。はい、こんな感じにね、まず、先端の方ですね、大根と同じぐらいの大きさに切っていきます。で、これぐらいまで来たらですね、半分にします。またそれを半分にします。で、あとはね、大根と同じように、斜めに切っていきます。はい、こんな感じですね。ちょっと大根よりかはね、小さめにした方がね、ボイルするときね、同じ、ボイルの、硬さになると思いますのでね。ごぼうもですね、ざっくり洗ってあります。なので、ごぼうもですね、細い側から、こう、乱切りっていうのをね、やっていきます。ごぼうもね、こうやって回しながら切るとね、切りやすいです。これでごぼうができました。では、ボイルしていきます。根菜はですね、水からボイルしていきますのでね、水を準備します。だいたいこの具材の、だいたい倍の量の水でね、火を入れていきます。普通はですね、人参、ごぼう、大根とですね、別々にね、湯がくんですけども、鍋でね、一気に、ボイルできるようにですね、大きさをちょっとだけ変えてあります。大根が少し大きいですね。今、野菜ね、ボイルしてる間にですね、さつま揚げをね、切りたいと思います。ちょっとね、細めにこう、カットしていきます。味がね、よく染み込むようにですね、ちょっと細めの方がね、美味しいかと思います。こんな感じですね。さつま揚げの方が切れました。はい、今ね、こんな感じにね、沸いてきましたんでね、ちょっとね、弱火にしまして、こう、野菜がですね、こう、回転するような感じでね、大根が火が入るまで、ちょっと湯がいていきます。いい感じにね、火が通ってきました。確認のためにね、こう、触ってみます。ちょっと熱いですけどね、こう、ふわふわするぐらいにね、なれば OK です。真ん中がね、こう、柔らかくなったらね、それで OK です。じゃあ、ざるに切ります。この状態にしてる間にね、だしを作っていきます。1000ml 入ります。パックをね、4つ使います。
これもですね、水から沸騰してからですね、3分ほど、煮詰めていきます。今ね、3分経ちました。今日はですね、このだしパックをですね、揚げずにですね、このまま根菜をね、入れていきます。味のですね、アクセント、さつま揚げを入れます。で、これを入れるだけでね、いい感じになります。で、あとですね、鶏肉、あと豚肉のバラ肉ですね。それを入れてもね、美味しくなりますのでね、やってみてください。ではまたね、沸騰するまでちょっと火を強めます。今ね、いい感じにね、沸いてきました。そしたらですね、これを中火に落としてもらいまして、この煮汁がですね、半分ぐらいになるまでね、煮詰めていきます。煮汁がね、少なくなってきました。これぐらいにね、少なくなったらね、完成です。火を止めてね、では盛り付けていきます。いい感じにね、仕上がってます。これね、だしパックあります。この状態でね、炊いてもね、めちゃくちゃ美味しいね、根菜の煮物ができますんでね。1日ね、冷蔵庫の中でですね、寝かせて食べてもらってもね、全然、味が乗ってね、美味しくなりますんでね、ぜひやってみてください。あとトッピングでですね、ごまとかつけていただいてもね、美味しいかと思います。はい、これでね、完成しました。根菜のね、いい香りがすごいしますね。いい感じでね、根菜もいい感じになってます。めっちゃ染みてますね。じゃあちょっといただきます。うまい。今日はね、全くね、調味料を使わずですね、お出汁のパックだけでね、根菜のね、煮物を作ってみました。ぜひね、簡単で美味しいんでね、試してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。